こんにちは、加藤です。前に苦手なものは何ですかというアンケートを取ったんですけれども、筆使いが苦手というお答えがあったんですね。絵の具を使い始めたばかりの初心者の方に多いんですけれども、その苦手っていう場合にどうも絵の具がボテッとしちゃうっていうのが原因の人多いんじゃないかなと思いまして、今日はその筆使いというか絵の具の整え方、筆の整え方について少しお話していきたいと思います。用意したのは今回はこれアクリルガッシュです。これとあと水彩用の筆、水彩筆だったり、これ日本画で使われる彩色筆だったりをちょっと用意してみました。例えば絵の具を出して塗ろうとした時に何色か混ぜるとします。絵の具を出して水を取って混ぜるわけですけれども、この時に結構皆さんね、こうやって筆で一生懸命混ぜる時にこんな感じでですね、根元の方まで、筆の根元の方までたっぷりと絵の具をこう含ませてしまってですね、混ぜるためにはこういう風にしないときれいに混ざらないんですけど、この状態でこれで塗ろうとすることが多いと思うんですね。わかります？こう絵の具がぼってりと筆そのものにこうついている感じで、これで細かい部分を塗ろうとしても垂れちゃうとかダマができてしまうとか、そんな風に筆の調整がうまくいっていなくて筆使いが苦手っていう方が多いような気がしています。そういった方にはナイフをおすすめします。これプラスチックのパレットナイフなんですが、絵の具を混ぜる時に筆で混ぜるとどうしてもこの根元まで絵の具がこう染みてくるというか、たっぷり絵の具を含みすぎちゃうんですね。なので混ぜる筆と描くための筆を分けてみる、もしくは混ぜる時にはナイフを使って混色する、この方が実はよりいいんですよね。いくつか方法を提案しますね。まずは筆を変える。混ぜる筆と描く筆を変えて、描く時の筆はこれ今新しい筆、水で湿らしただけです。必要な分だけ絵の具を筆先に取ります。必要な分だけって人によりますけど、塗る面積にもよりますけれども、例えばこんな感じで今先端から 70% くらいまで筆先に絵の具を含ませました。こんな風にですね、描こうとするこう筆先が効くように描く筆には必要な分だけ絵の具を含ませる、そういう考え方。もしくは混ぜた筆、絵の具を混色した筆なんですけれどもぼってりついているので、ナイフでちょっとね余計な分をこう取ってあげて、こんな風にですね、混ぜる時にはたっぷり含ませた方がいいんですが、絵の具を取ってあげて一旦これ洗います。もしくはこれで調整してもいいんですけれども、根元まで絵の具を含んでいると、特にこうアクリル系の絵の具を使った場合には根元の方結構早く乾いてきちゃって、カスが根元に詰まっていきやすいんですね。なので理想的にはこれ一旦洗った方がいいです。絵の具もったいないとかってあまりこうケチケチせずに、混色が終わったら一旦洗う。でこれで改めてですね、まだ落ちきっていないですけれども、だいたい絵の具が落ちたかなというふうに筆先を整えて、こういったねウエスタオルで整えて、で改めて絵の具をつけます。必要な分だけ絵の具を含ませてやる。でさっきと一緒なんですが、一旦リセットして、水で洗ってリセットして、それから描いてあげる。そうすると筆先整うので、細かな作業とか隙間をちょっと細く塗りたいなんていう時にも筆先が効きます。今日はですね、筆使いがうまくいかないという方、実は混色したその筆に絵の具をたっぷりと含ませたまま塗り始めていませんか？そういった方は別の筆を使って、混色用の筆と彩色用の筆で分けて考える。もしくはナイフで練るようにして描くときには彩色用の筆、中には混色用の筆と彩色用の筆と分ける。筆先がぼってりとして彩色がうまくいかない、筆さばきがうまくいかないという方は絵の具が根元まで
混色した時にですね、根元まで絵の具が詰まっていることが多いので、そういった方は一旦筆を洗ってリセットしてから改めて筆先に絵の具をつけて、それから彩色塗るようにしてみましょう。もしくは、混色用の筆と彩色用の筆というのを分けて考えて、混色の筆はぼってりしちゃうので彩色用の筆で描く。もっといいのは、混色をする時にはナイフを使う。ナイフを使うと粒子が均一に混ざるので発色も良くなりますし、それよりも何よりも絵の具を無駄にしにくいというか、しっかりこうやって絵の具をかき集めることもまとめることもできるので、結構無駄が少なくなります。ちょっとの絵の具でもナイフを使うように習慣づけると、ぽってり絵の具がついた混色した筆のように、無駄な絵の具が出にくいので、ナイフ、これパレットナイフですけれども、ペインティングナイフってこう L 字に曲がったナイフも使いやすいのでおすすめです。今日は筆使いがうまくいかないという方に向けて、今日は筆使いについてお話ししました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。